国を奪いに来たのではないかと姉に疑われた弟。潔白を示すために姉と弟は不思議な誓いを交わします。その誓いから生まれた神々の一柱は、今も一般の人の上陸が禁じられた海の彼方の島に祀られているのです。今回はアマテラスとスサノオの受け入のお話です。古事記。今から1300年前、このままでは本当の歴史が失われてしまう。そう危ぶんだ人々が古くからの伝えを語り継ぎ書き残した日本最古の物語です。泣き止まぬ末に父より国を追われたスサノオノミコトは、それならばアマテラス大神に申し上げてから母上のいる黄泉の国へ参りましょうと仰せになり、天へとお登りになりました。すると山という山、川という川がことごとく鳴り騒ぎ、国土が丸ごと振動したのです。私の弟が登ってくるのは真っ当な心からではないでしょう。私の国を奪おうとしているのかもしれません。そう仰せになると髪を解いて左右に結い直し、当時の男性の髪型水らに整えました。その髪にもかずらにも両手にも大きな勾玉が連なる玉のを幾重にも巻きました。背には矢が1000本入る弓、胸には500本入る弓を追い、勇ましい音を立てる友を身につけました。弓を振り立てて大地を蹴散らして力強く待ち構えられました。どういうわけで登ってきたのですか？私に汚い心はございません。ただ母上のいる国へ行きたくて泣いていることを父上に問われ、そうお答えしたところ、この国に住むなと追い払われましたので、おいとまもいに参ったのです。それならあなたの心が正しいとどうすればわかるでしょう。受けを立ててこう産みましょう。雨のやの川を挟んで向き合うと、二柱は受けを立てました。アマテラス大神はスサノオノミコトが腰に生えていた長い剣を受け取り、三つに打ち折って天の真名の水で清め、神に噛んでふっと吹き出しました。その息の霧の中から焚り姫の御事、またの名を興津島姫の御事、市来島姫の御事、またの名をさより姫の御事、そして滝津姫の御事、三柱の姫神がお生まれになりました。続いてスサノオノミコトは、アマテラス大神が髪やかずら、両手に巻いていた飾りを一つずつ受け取りました。いずれも勾玉を連ねたものでした。同じように天の真名の水で清めては神に噛んで吹き出しました。その息の霧から、正勝赤塚千早日や目の押しほ耳の御事、雨の穂日の御事、天津彦根の御事、いくつ彦根の御事、熊の薬の御事が生まれました。合わせて五柱の男の神です。鳩から生まれた五柱の男の神は私の玉から現れたのですから、自然私の子です。先に生まれた三柱の姫神はあなたの剣から現れたのですから、やはりあなたの子です。誰が産んだかではなく、何から生まれたか、それが親子を分けたのです。先に生まれた三柱の姫神のうち、焚り姫の御事は九州宗像の興津宮に、市来島姫の御事は中津宮に、滝津姫の御事は辺津宮に、それぞれお静まりになりました。宗像の人々が大切にお祭りする神様です。後に生まれた五柱の男の神も、それぞれ各地を治める一族の祖先となったと伝えられ、雨の穂日の御事の血筋は、後に出雲の地とも深く結びついていきます。ここからは今回の深掘りです。この三柱の女神、宗像三女神は、今も福岡県の宗像大社にお祭りされています。中でも興津宮があるのは、玄界灘に浮かぶ孤島、沖ノ島。今では一般の人の上陸は禁止されています。
島に入る神職も、まず海に入って身を清めてから島へと上がります。島から何一つ持ち出してはならないという掟が守られ続けてきたため、古代の祭りの跡がほぼそのままの姿で残されました。2017年、神宿る島宗像沖ノ島と関連遺産群として世界遺産に登録されています。次回、右京に勝ったと言い張ったスサノオノミコトは勢いに任せて高間ヶ原で難謀を働きます。困り果てたアマテラス大神が取った行動は、世界からすべての光が消えるという思いもよらないものでした。次回は天の岩戸隠れです。お楽しみに。